横浜へようこそ。私の後ろに見えますのは日本海軍の戦艦長門です。本日は世界のビッグセブンの一つと言われた戦艦について詳しく見ていきます。長門は大正9年、西暦1920年に竣工した建造当時世界最大の戦艦でした。艦名は現在の山口県の旧名長門の国に由来し、古くは海峡を意味しました。漢字そのままの意味で言えば長いもんですね。長門は全長224メートル、基準排水量は3万9000トン。姉妹艦の陸奥とともに日本海軍の象徴として日本国民に親しまれていました。今なら日本海軍といえば戦艦大和ですが、当時はこの長門が海軍の顔だったわけです。さて、ビッグセブンとはワシントン海軍軍縮条約の前後に完成した7隻の戦艦で16インチ砲を搭載していました。イギリスのネルソン級2隻とアメリカのコロラド級3隻、そしてこの長門と陸奥がそれにあたります。なんだかアイドルグループの名前みたいですが違いますよ。こちらは長門の4番手砲塔です。口径は41センチ、最大射程は3万8000メートル。2万メートル先の272ミリの走行を撃ち抜くことができました。2万メートルといえばハーフマラソンの距離ですが、長門の砲弾は30秒かからずに飛ぶそうです。サブ30セカンズですね。主砲塔は全部で4つ、砲塔1つを約60名の兵員が操作していました。砲塔回転部の重さはおよそ900トンあり、4機の水圧ポンプで動かします。左側のクレーンは砲塔旋回の邪魔にならないよう倒すことができました。こちらは航空機を発射するカタパルトです。回転させると構造物にぶつかりそうですが、長門のカタパルトは折り曲がるようになっています。人生の壁に直面した時、人間も曲がって生きれたら楽ですね。ひときわ高い構造物を見上げています。長門の後部環境とマストになります。円筒の中には射撃を指揮する装置が入っています。長門の艦載艇です。長門に比べればとても小さいですが、人員や物資の輸送、救助活動などに活躍します。円の下の力持ちたちですね。1本の煙突が見えています。竣工時は2本でしたが、環境近くにあった1本は熱の問題からなくされました。そして現在見えている位置へとまとめられたのです。さて、環境へ登る前に滑走を確認してみましょう。一番上から戦闘環境、10メートル測距儀のある露天の防空式場、主砲測敵所、主砲予備式場、見張り式場、羅針環境、副砲予備式場、司令塔になります。これからあの環境の上まで行きます。エレベーターもありますが、今回は自分の足で登りますよ。はしごは急なので足元に気をつけてくださいね。信号機掛けと広角砲装填演習砲が見えます。タラップを上がって環境内へ入りましょう。羅針環境へ上がりました。艦長が指揮を執る場所ですね。長門は連合艦隊機関も務めたため、司令部の要員もここに詰めていました。いろいろな機器がありますね。方位を知るための羅針儀、音声を伝達する伝声管、海図を広げる海図台、巨大な艦を操る場所に立つとなんだか興奮してきますね。羅針環境の上へ上がったところです。片側に1機ずつ25ミリ連装機銃が装備されています。これだけ高い場所から撃てば敵機にも弾が届きそうな気がしますね。こちらの艦首側には見張り式所があります。さらに一つ上へ上がってきました。ここには主砲予備式所があります。左右の測距儀は左が航海用で右が副砲用になります。多くの双眼鏡があるここは照射式所です。長門は遠くからでもすぐわかるほど大きな船ですが、逆に長門からも人がよく見えているのかもしれませんね。環境内のエレベーターが通じているのはここまでとなります。露天スペースまで上がってきました。足元の演習場のスペースは長門の10メートル測距儀が旋回するためのものです。実際に回してみましょう。見晴らしの良いこの場所は防空式所です。艦長はここで対空戦闘の指揮を取りました。ちょうど左45度、高度2000メートルに爆撃機1機が見えています。こちらへ急降下してきました。長門を狙っているようです。
爆撃機の高度500メートル、あの辺りで爆弾が投下されます。艦長は見張り員と連携し、あらかじめ敵機の動きを見極め、回避行動を指示します。最上部の戦闘環境へやってきました。周囲のビルと比べると、その高さがわかるかと思います。次に、主砲の展示射撃を見てみましょう。衝撃に備えてください。いかがでしたか？主砲の発射時は、乗組員は頭を濡れ雑巾で叩かれたような衝撃を受けたそうですが、もしも埃が全部飛んでくれるなら、雑巾がけの必要がありませんね。今回のツアーはここまでとなります。お疲れ様でした。最後に記念撮影をして解散となります。